持ち駒の使い方、相手の駒を狙う。今日は持ち駒を使うの中で相手の駒をどうやって狙うかというお話をします。さあ、この局面を見てください。持ち駒が飛車です。持ち駒を、このようにね、盤上に打つこと、盤上に使うことを打つというのを第一巻で学びました。そして打つ時に、例えばこのように打ってしまうと相手の駒の利きに入るので、相手の番の時にこのように取られてしまうので、相手の駒に取られないように打つというのも学びましたね。今日はそのもう一つ上のステップで、相手の駒を狙いながら持ち駒を打つというのをやってみます。この局面で飛車をいろんなところに打てるのですが、ここに打つのと、あと、ここに打つの、そうですね、のと、どちらがいいでしょうか。正解は4一飛車と、こちらに打つのが正解です。さあ、なぜでしょうか。ここに飛車を打つと、次に相手の金を取ることができます。この金を、相手の駒を狙っていますね。4二飛車とこちらに打ってもいいのですが、相手の歩を狙っているようにも見えるんですが、金でね、守られているので取ることはできません。ですので、悪い手ではないんですけれども、4一飛車の方が相手の駒を狙っているという持ち駒の使い方になります。では次にもう一つ問題を解いてみましょう。ここに香車がいて、ここに桂馬がいます。そしてここに角がいて、こんな感じの局面。持ち駒は金にしましょうか。そしてですね、さあ、こういった局面の時にこの持ち駒を使って相手の駒を狙ってみましょう。そうですね、まず駒を打つという点では、この角を狙うように打つのには、1二金ですとか、あとこの桂馬を狙って3一金も考えられますね。ただ打った瞬間に香車で取られてしまったり、ここに打つと角で取られてしまったり、打ってすぐに取られてしまうのはちょっともったいないですね。ですので、相手の駒に取られないように、そしてもう一つステップ、相手の駒を取ることを狙って打つ場所はどこでしょうか。この場合は正解は持ち駒が、金という問題なんですが、3二金と打つのが正解です。この場所は角は動くことができません。そして桂馬もね、こっちに跳ねる駒なので、桂馬もね、金を取ることはできません。そしてもう一つ、相手の角と桂馬を金で狙っているんですね。ですので、持ち駒金があるときは3二金と相手の角を狙いながら打つのが正解です。それでは考えてみようのコーナーです。今日はこの磁石を使って2問作りました。一つはこちらの問題で持ち駒の金です。持ち駒は金です。そしてもう一つはこちらの問題で持ち駒は飛車です。それぞれ持ち駒を使って相手の駒を狙ってみましょう。それでは早速考えてみましょう。できましたでしょうか。では回答をやっていきましょう。まずこちらの局面ですが、持ち駒金を使って相手の駒を狙います。例えば角を取りたいなと思ってここに打つのはどうですか。
次角を狙っているんだけれど、ここに打つと金で取られたり銀で取られたりしてしまうので、これはちょっともったいないですね。相手の駒の効いていないところに駒を打つ。そして今回はさらにもうステップ、相手の駒を狙うというのをやるのですが、ここでどうでしょうか。2三金良さそうですよね。角で取られない、また金で角を狙っているという手です。答えは2三金になります。この局面ちょっとね、応用編でお話をすると、また、この後のね、教材にはなるんですけども、こんな感じの局面時々出てくるんですが、こうやってね歩をわざと突いて渡して、でこの形にしてから2三金と駒を打つというようなこともね、応用編でできるようになってきます。こんな感じの局面に、実戦でねこんな感じの局面があった時に、2三金っていう風にね角の頭に打つと相手の駒を狙うことができるなということを知っていると、こう歩を突いてこの隙間を空ける1手2手3手という手も読めるようになってくると思います。さあ今度はこちらですね、持ち駒飛車。さあこの飛車をどこに使うかということですね。まず狙いたい駒は、歩もね狙いたいんですが、桂馬と香車の方が価値が高いので、できればこちらの駒を狙いたいですね。例えばね6三飛車と打ったり、あとはそうですね、この8筋に打って8五とかね8六、この筋に飛車を打ってこの歩を狙っていくのももちろん大丈夫です。ただせっかくなのでもう少し駒の価値が高い方を狙っていきたいんですが、その時はどこに打つのが良いでしょうか。そうですね、こちらに飛車を打って桂馬を狙う方法がありますね。これはね駒を打った時に相手から取られる心配がないですね。そして桂取りになっています。例えばねこんな風に逃げても、歩をね取ることができます。さあ次に相手の駒を狙える場所、そうですね、6一とか7一に打つ手もありそうですね。いずれも飛車を取られる心配もなさそうですし、桂香を狙っています。桂馬を取られそうなのでね、こんな風にもしかしたら逃げるかもしれないのですが、香車を取ったり、そうですね、ここだとこのまま取られてしまいますね。桂馬も取れますね。打つようなことが打つような手があります。そして、ここもちょっと応用なんですが、同じ駒を狙う場合はなるべく相手の陣地に入った方が、ね、例えばこれをこう取ってなった時、香車を取る時には飛車が竜になって、パワーアップするので、なるべく相手の陣地で駒を打つことができると、もっといいことになりそうですね。はい。ということで今日は持ち駒を使うという中から相手の駒を狙うという指し方を勉強しました。自分が取られないように駒を打つんですが、今日はそれにプラスして相手の駒を次取るよというところに打つというのをやりました。